レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いや話さ変わるんだけどよもう最近 GW って書いて、ゴールデンウィークって読ませるだろ。俺はこれが気になってよ、他にも省略した言葉あるか調べてみたんだよ。確かに、軍手って省略した言葉って知ってたか？これ何の略かわかるか？軍隊の手袋。惜しい。軍用手袋。まあ合ってんだよね。これ略して軍手って言うんだよ。軍用の手袋だったものが安くて丈夫で実用性が高いから、民間でも広がって軍手ってなったらしいんだよ。なるほど。じゃあ食パンわかるか？食パン？食事に適したパン。方向性は合ってんだけどよ。主食用パン。主食用パン？そう。主食。主食の食を取ってんだ。そうなんだよ。じゃあ主パンじゃねえんだよ。食パンなんだよ。主パンだから。主パン、これお前パンを消しゴムの代わりに使ってたね昔。パンを消しゴムの代わり？そうだよ。お前知らねえか、画家とかよパンで消しゴム消すんだよ。そうだよ昔は。知らなかったわ。じゃあそれに対して食べるパンっていうのがあったから、主パンじゃねえよ、食パンなんだよ。なるほどね。そうなんだよ。じゃあ最後にな、今日は省略した言葉で掛け声を教えるから。母音じゃないんだ。お前陽介は省略しないで答えてくれよ。新しい試みだよ。省略兄ちゃんね。省略兄ちゃんだよ。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。スパヨー。スパヨー。スパヨー。分かったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。お前3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。スパゲッティだよ。スパイヤマサラカ。スパイヤマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤマサラカ。スパイヤのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイヤボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイヤのマサラカをお送りしていきます。全然わかんない、何？今言ってたよお前、答え自分で。は？自分で言ってたよ答えを。スパイヤ陽介？そうだよ。正解だよ。そういうこと？正解だよ。作ったってこと？省略語。だから言ってんじゃないか、省略語を叫ぶって。いやすでにある省略語の中から何か当ててってかと思ったわ。認識の違いってやつだな。認知がね、認知が違いましたね。はい。ということで、メッセージもいただいております。ラジオネームまんじゅうさん。はい、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。聞きたいことがあります。私は韓国人なので、日本語を勉強してます。お、すごい。日本の挨拶の言葉が気になります。おはよう、こんにちは、こんばんは以外に、いつでも軽く使える言葉がありますか？つまり映画の Have a nice day みたいな言葉が何か気になります。良い一日をとか言いますか？ということで、日本語で良い一日をとは言わないね。ごきげんようだね。それもなんかごきげんようもあんま言わないと思うけど、なんかそういう言葉ってあんまさ日常的には使わなくない？何が使うんだろうね。じゃあねとかさ、またねとかさ。またねでいいね。またねは一番ラフなそういう意味かもしれない。またねとか、お疲れ、お疲れ、またね、お疲れ。でも最後のようにさ、スパイヤのメンバーさんたちにも言いたいのでぜひ教えてください。お疲れって言われちゃったらなんか、お疲れ。なんだろう、お疲れってお疲れもすごいさ、用途多いよね。用途多いよね。だから日本語難しいと思う。海外の方が勉強するってのは。またねは要はハバナイスデーとちょっと近いニュアンスはあるくない？なんかまた会おうみたいな。でもなんかごきげんようって今の時代言ってるのちょっと可愛いらしい。可愛らしいね。それはわかるわ。ごきげんようって
まあだから海外の人がご機嫌ようって挨拶してくれたら、なんかすごいその海外の人の周りの友達に敬意を払うわ俺はちゃんといい日本語を教えたなっていう、素晴らしい友達を持ったねって思う。またね、ご機嫌よう、まあ、ラフな感じだったらまたねだね、そうだね。また会いましょうって意味だからね。またね、またねでいいね。またねにしよっか。じゃあそうだね、またねだ。でハバナイスデーってさ、要は別れる時に別れ際に使う英語でしょ。そうだね、基本的には。ごきげんようみたいな、おおきにみたいな。それ違うよ。大きいでごきげんようだいぶ違うよそれ。やっぱまたねでいいんじゃないですか。そうだね、またねで。はい。じゃあまたねを頑張ってください。もう一回いきますか。ラジオネームともさん。はい。洋介さん、ケンチさん、こんばんは。こんばんは。皆さんそれぞれの地方に方言ってありますよね。私は洋介さんの地元に近いちっこ弁で生まれ育ちました。あらお大牟田。ネットなどで代表的な筑後弁の言い回し、ケントさんわかりますか？こがしこ、バサラカ、スラゴつゆうて、煮上がりよると、クラッソ。日本語じゃないでしょ。だからこれをつなげて言うと、こがしこバサラカスラゴつゆうて煮上がりよっとクラッソ。じゃもうさ、何語よそれ。こがしこバサラカスラゴつゆうて煮上がりよるとクラッソ。よく言えんねよ、さすがだねそれは。こんなにたくさん嘘をついて調子に乗ってると殴るぞ。怖かったわ。そういやまあね、ちなみに私は煮上がんなよが好きですね。なんだそれ、煮上がんなよ。煮上がんなやん。何それ、調子乗んなやんって。俺昔親父から言われたこと怒られた時、お前煮上がんなよ。あのお父さんがあの優しそうなお父さんがそんな、お前こんなこと煮上がんなよ、そんな汚い言葉を、ほんなこつね。何それ、ほんなこつはまあそんなこといやもう本当に難しい、方言難しい、やっぱり本当にこんなことだよ。いやもう愛知はなかなかね、分かりやすいっちゃ分かりやすいね。蹴ったとかね、すごいこの。でもなんかこういうさ、つなげて言うと何語になるみたいなのある？ある、なんかね、あるんだよね。名古屋愛知県の人しか言えない早口言葉みたいな。なんだっけな、それあれ、おっとっととっとってって言ってたのよ。そういうやつ。キットカットカットカントカンカッタのに、あんたがカットカンカッタでいかんかったんだわっていう。これはね、これやっぱパッと見て言えるから、愛知の人は。これなかなか多分言えないから。まだ意味は一緒だよね多分。おっとっとカットってって言っとったのに、なんでカットって。そう一緒。だキットカットを、買っておかないといけなかったのに、あなたが買ってなかったからいけないんでしょっていうね。なるほどね。まああるんだね。あります。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm福岡.jp、basaraka@fm福岡.jp、もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでバリーでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。だからちゃんと言ってはい、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週もいただいております。ラジオネームさくらピアノさん。陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。これは友達が旦那さんと一緒にスーパーへ行った時の話です。旦那さんがお刺身コーナーに行った時、奥さんは少し離れた場所にいたのですが、ちょうど旦那さんの背後に若いカップルが立ちました。友達の旦那さんは背後にいるのが奥さんだと思い込み、マグロのパックを見つめながら大きい声で、これルーキャン食べるかな。しかし背後にいたのは奥さんではなく若いカップル。カップルは顔を見合わせて苦笑いをしてますが、旦那さんはそれでも気づかず、さらにルーキャンに半分あげるか、いやルーキャンはカツオの方が好きだよねとルーキャン連発するのです。その時少し後ろで見ていた友達は恥ずかしすぎて逆に声をかけられなかったそうです。ちなみにルーキャンとは飼い猫のルークのことです。カップルは少し気味悪くなってきたようで、その場からスーッと去っていきましたが、その際友達の顔を憐れむような表情で見ていったそうです。その後友達が旦那さんに、今話しかけてたの他人だよと言いましたが、
全く気にしてない様子で最高だな。友達だけがとても恥ずかしい思いをしたそうですいや旦那さん最高だね。いやもうめっちゃいいじゃん。めっちゃいい人。あれだね、マイワールド旦那だね、うん完全にもうそういうさ、若いカップルに話しかけてただろうが別になんかそうなんだぐらいの感じでしょ、でも君聞いてたんでしょっていうねだったら言ってよ、ね。いやいい話これもなんか最近なんかほんわかエピソード多いですね。いいですね。なんか素敵です。とってもいいね。でも猫に刺身あげんだね。俺もびっくりした。ちょっとこれ大丈夫なの？まあ大丈夫だって、お魚食えるぐらいだから。魚が好きか。好きなんじゃないやっぱ。でもなんかやっぱカツオの方がイメージは強い。俺もカツオ節とかああいうこう匂いの強いものが好きみたいな。カツオ節ね、うちで飼ってた実家の犬も好きだったわ。まあ動物好きか、あの匂いはさすがに。そうだね。いやうちの犬も好きだわ。カツオ節いややっぱさ動物すごいなって思うけど、まあ飯食おうとしてこれカツオ節かけようと思ってさ、カツオ節出すじゃん。切る前から分かってるもんね。ちょっと待って、それみたいな顔してめっちゃ寄ってくるから。ちょっとくれよ。そう分かるね。みんな好きだよね。あとこうレンジでチンしよったささみをそう肉の匂いとか。そう鶏肉やっぱ反応すんだよね。めっちゃ鶏肉は好きだね。すげえ反応する。でもやっぱ鶏肉っていいんでしょ。鶏肉は大丈夫。骨さえあげなければね。だからささみがいいのかな。まあささみはいいでしょうね。とっても脂身少ないんで。続いていきますか。はい、こちらですね。ラジオネーム花さん。ありがとうございます。友達の話なんですが、 BTS のことを最近まで防弾チョッキ少年団だと思っていました。友達の娘さんにチョッキってどっから出た、チョッキ死後だしと言われたそうです。切れ味がいいですね。いいよチョッキで。チョッキって C じゃね。どっちかっていうとC か。じゃあ BCS になるの。C T ちょっていやほらパソコンで超打つときさ、TYO でいけるじゃん。そっち？俺 T 派だよ。ちょ茶とか俺 T。そうか T か。 TYO。T か。 TYO。そうだね T だね。確かに KKI。チョッキ。そうか。そうなると T か。チョッキ死後なんだ。チョッキってなんだっけ？なんか防弾チョッキ。だから腕の出たベスト。ベストみたいなことだよね。多分そうですよね。ベストっすよね。ベスト。だからもう一個前に戻るとちゃんちゃんことか呼ばれてるよね。おばあちゃんたちが言ってた言葉だよね。ちゃんちゃんこ。赤いちゃんちゃんことかさ。俺今ちゃんちゃんこね、今年の冬めっちゃ欲しいなと思った。でもなんかさ去年ぐらいめっちゃ流行ったよね。ちゃんちゃんことか。あとジンベエも流行ったよね。ジンベエも流行ったね。やっぱ涼しいよねジンベエは。もうダメなんだよ。いやあれ気持ちいいじゃん。サラサラして。いやさ汗吸わないじゃんあれ意外と。いや汗吸うは求めてなくない？そんなちゃんだからジンベエの下にエアリズムでいいじゃん。なんでよ暑いやん2枚来たら。それは暑いよ。いやいいな最高です。ちゃんちゃんこ欲しいわ。ちょっと今年の冬はちょっとね。やっぱ寒いじゃん。家いたら大丈夫じゃない？家寒いのよ。そっか。全然寒さを感じないからあんまりな。まあいいや。友達から聞いた話を教えてください。僕たちはあんたの話しようなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。それでは花さんからの友達の話でまず花さんに謝ろう。まあいいやで締めてごめんねって。花さんの友達ね。そう友達ね。友達に伝えといてごめんねって。直帰は死後じゃないと思う。死後ではない。死後じゃないと思う。だからまあいいや。だからそれやめろ。聞いてください。BTS でダイナマイト。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は BTS でダイナマイトでした。はい。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩み届いてます。これはですね友達の話の方に来てたんですけど、ちょっと内容がお悩みチックだったのでちょっとお悩みの方で読ませていただきます。ラジオネームみなみさん。友達の話なんですけど、これさそのまま読むのやめようか。みなみさんの話としていこうか。でももしかしたらみなみさんの友達の話かもしれない。そうか難しいな。
この春、うん地元の高専を卒業して上京しました。今まで科学の勉強をしてきて、周りのクラスメートは大手企業に就職や編入する中、自分は自分の夢を曲げずにエアライン業界に進むため2年生の専門学校へ入学しました。すごい。ですが高専は5年生のため、専門学校では2個下のクラスメートばかりです。自分から声は気軽にかけれるのですが、その後壁を感じてしまい友達ができません。出身地や高校の話になると高専の話になり、私の年齢を言うことになってしまうので、余計壁を作る気がしてその類の話をするべきか悩んでいる。お二人ならこのような状況の時自分から年齢の話をしますが、またどのように学校生活を送ればいいのか不安でいっぱいです。そうなんだ。すごい。俺高専って知らなくてさ、さっき教えてもらったらさ、すごい。いやもうすごいね。相当頭いいと思う。そうだよね。じゃないと入れないもん。だから高専っていうのは5年生で、だから専門学校にそこから入ると通常3年でね卒業してくるじゃんみんな。だから2個下の人たちが集まるところに今入っちゃってるっていう状況だよね。まあでもまああると思うの、最初のこの時期、同じ年齢とかあれで固まったりとか、まあとりあえずみんなもさ友達を作るので精一杯なわけじゃん。だからなんだろうね、なんか年齢をまあ言っちゃってもいい気はする、別に。だっていつかバレるでしょそんな。だって別にさ、高専から来てでそのさエアライン業界に進むために入ってきたわけじゃん、別に友達を作るために入ってるわけじゃないし。そうなんだよね。エアライン業界で夢を叶えるために入学したわけだから、それはなんか別にそこを気にしなくていいと思うし、みんなも別に多分ね気にしてないと思うし、後々そうやって業界に入るってなった時ももう今の世代今のこの時代は割とこう転職も早かったりみんなするわけじゃん。だからすごいさ今はさいろんな職業があるし、いろんなできる職があるから、選べる立場であるよね。だから今たくさんみんな選んでるんだと思う。だからたとえその業界で就職した時でも多分年齢のことって別にそんなにただの情報でしかないわけ、だから壁を感じていいと思うよ。だって壁なんて当たり前にあるわけじゃん、もう同い年で話してても多分あるよ。ある、普通に壁がない方がキモいよね、気持ち悪い。それはめちゃくちゃなんでってなるよ、だからまあどっちにしてもだからいいんじゃない、前向きに考えればいいんじゃない。南さんはさその、友達ができたらできたでいいじゃん。友達でハッピーだね、ハッピーだ。できなかったらできなかったで、それはエアライン業界の今後のため自分に時間を使えるってことだから、確かに別にそっちに専念すればいいと思うし、まあ2年でしょ専門学校で 2年だよね。2年でしょ。2年間だから、まあたとえ孤独であれ2年だからね、言うて。でその孤独な2年を全突っ走ったらエアライン業界のその仕事のことに相当スキル上がると思うし、上がる。別にその後だからその2個の年齢差でできないような友達はいらんと思う。本当そうだよ、それは友達ではない、正直。いや本当そう思う、もう知り合いでもない、ただの他人。そうただの他人でいいと思う、位置づけとして。だからまあいいんじゃない、その自分のやりたいことにもう全突破でいいと思います。なんかだからあれだよね、本当もうちゃんとこの学校に来た意味っていうのをもう一回考えて、まあ高専ね出てるような人だから考えれると思うの、だからこそよりそういうさちょっとしたその友達の作り方とかでもすごく多分考えちゃうと思うのね、いろんな。そこはだからタスクとはにしなくていいよね、もう置いといていいと思う。置いといていい、それはただ学校生活を送る中で、ある普通の事象なわけで、友達を作りに来たわけじゃないから、そうね、友達ができたらまあいいかなぐらいでいいと思うな。だから別になんか聞かれたら言えばいいし、相手を不快にさせなければいいと思う。そう、もうとってもだからいいと思います、普通の悩みだとも思うし。でそれで友達ができなかったら、エアライン業界の神様が、お前は逸材になるために今友達を作れないんだっていう、あれを宣告をしてるんだと思う、そういう風に考えたらいいと思うな。まだまだこの先人生長いんでできます、友達はいっぱい。全然気にしなくていいと思います、頑張ってください。まだまだ来ております、ラジオネームリナさん。はじめまして。ケンダさん、ヨウスケさん、こんばんは。私の最近の悩みはヘイが止まらないことですこのヘイとは漢字はおならのヘネに
医師の尿意のヘバンみたいなこと。そう便意とかヘイが止まらないことです、これ女性ですね、リナさんかな。はい、学校ではみんなにバレないようにトイレに駆け込みプッスかみんなの前でスカシッペをするのはさすがにバレると思うので、おならを漏らしそうな時はいつも焦ってしまいます。健太さんや陽介さんはライブ中ヘイが来たらどうするんですか？ちょっと汚い話でごめんなさい。年齢書いてる12から14歳、中学生なのかな。中学生。いやでもヘイは止まらない時あるよ。止まらないよ。いやでも、バレないよ、意外と。バレますよ。バレてもさ、もう生理現象だから仕方ないじゃん。まあでも中学生はヘぐらいでキャッキャ言うとしかしょうがないそれさ。そのヘが1個のヘがいじめにつながることだってあるかもしれないしさ、センシティブよこの年のヘは。確かにそれはトイレ行った方がいいね。そうだよ。だから頑張ってるよね。リナさんは頑張ってると思うよ、とっても、そのままでいいと思う。だからそうだね、頑張ってバレないようにしてくださいだね。出しへために出しっぺ貯金しとくといいかも。何を言ってんのこの人は。一回トイレ行った時に、もう何発かしといて、でおなら出そうな時ってさ、大体さ便もさ、その直後とは言わないけど、あと出るじゃん。まあ多分おならって、その便が出るよっていう知らせだと思う。だからもう便は出しとこう。その時にね。その時にね。便出しとけば意外とヘイ来ない。ヘイ来ない。なるほどね。リナさんこのまま頑張っていただいて、もうちょっと年齢をね重ねてくるとね、ヘイごときで動じなくなるんで、もうちょっと我慢しましょうね。焦んなくていい。焦んなくていいです。ヘイ来た、トイレ行きますぐらいでいいと思います。ということで、番組では皆さんからのお悩みも募集しております、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください、皆さんからのお悩みお待ちしております。お願いします。スパイアのマサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2024より、ヘイヘイサムライハートです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。もうこれさもうお便り来た時点からさもうさ決め打ちだったからさ、もう面白くてしょうがなかったわ俺。なんなら、この後ヘイヘイサムライハートってかかるんだろうなと思って。なんならそのヘイをみんなタオルで巡回させてくる。そうだからヘイが来た時どうしますかってさお便りあったじゃん。タオル回しますって言おうかなってこれいいじゃん、タオル回しますって言いようかなと思って。確かに、いいかもね。おもろいし、そんなヘイヘイサムライハートをできるツアーがありますよ。そうなんですよ。5月から、7都市での全国ツアースパイアツアー2025バーディーの開催が決定しております、福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。こちらチケット発売中です。お願いします。皆さんぜひ来てください。そして会場限定 CD バディの、発売も決定しております、バディに加え昨年リリースのオレンジと青の、全国ツアーよりオレンジと青のねライブ音源と映像も入っております、さらに全国のローソンミニストップロッピーにてロッピー限定スパイアオリジナルマフラータオル付き CD の発売も決定しております、こちらも皆さんぜひチェックしてください。お願いいたします、そして聞いてもらってるんですが、5月14日水曜日、ブルーレイ&DVD プラス CD Just Like This 2024、発売が決定しております、皆さんこちらもねぜひチェックしてみてください、各種フェスもねいろいろと情報が出てるかと思いますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。ということでメッセージの送り先はすべて小文字で basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。